はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。元気でしょうか？はーい。なんだろうね。何を話そうかな。そういえば、私最近パソコンが壊れまして、はい。最悪なことに。私の大好きな私の愛する MacBook Pro ちゃんがちょっともう寿命をね、なんか人間にするともう多分80歳ぐらいかなちょっと寿命を迎えましたので、普通にね、仕事してる分には使えるんですけど、ポッドキャストの編集とか、字幕を作ろうとすると、フリーズしてしまったり、勝手にシャットダウンしちゃうんですよね。もう、おやすみみたいな感じで、勝手に寝ちゃうんですよ、この MacBook Pro ちゃんが。なので、新しい MacBook Air ちゃんをね、購入しました。はい。高いね。パソコンってなんでそんな高いのよ。まあ高いけどさ。いや高いのは当たり前なんだけど、なんでそんな、やっぱ高いなと思いますよね。はい。まあ、今出てる MacBook Air の M1 シリーズっていう、M1 シリーズっていうのかなは結構、すごく性能がいいんだけど、料金は11、2万ぐらいでかなり、安いというか、まあ、今までに比べると安い。なのでコスパがいいと言われていて、まあ、私はいろいろ、なんていうの、スペックとかもいろいろちょっと変えて、ファイナルカットプロを一緒に買ったりしたので、まあ、15万ぐらいになっちゃったんですけど、まあ、ちょっと、仕事頑張る。そんな感じです。はい。まあ、なので、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、その MacBook Air がまだ届いてなくて、それが届くまで、ちょっと、ポッドキャストの編集を iPad でやらなきゃいけないんですよ。で、ちょっと音の音質の編集っていうのが、まあ、iPad じゃできなくて、なので、ちょっと音が悪いかもしれないんですけど、しばらくの間、ご了承くださいませ。お願いいたします。はい。まあ、そんな感じで、今日も、リクエストにお答えしていきます。はい。今回のリクエストは、日本の祝日についてです。前々回ぐらいに私が日本の変な記念日についてお話ししましたよね。2月22日は猫の日です。みたいなね。その時に、じゃあ日本の祝日について教えてくださいというリクエストをいただきましたので、こちらについてご紹介します。はい。ご紹介します。はい。皆さん、日本の祝日って1年に何個あるか知ってますか？結構日本って祝日が多いんですよね。なんかもっと休みくれとか思ってたけど、私が社会人じゃない、会社員の時に、もっと休みくれよとか思ってたけど、意外にね、他の国に比べると祝日がめっちゃ多い。全部で16日あります。16日。多いね。はい。まあね、私は今フリーランスになって、正直日本の祝日が私の休みではないんですけど、はい。まあ祝日っていうのは基本的に会社とかが休みの日になります。はい。で、じゃあ、どんどん紹介していきます。16個。はい、いきます。まず一つ目、1月1日は元日ですね。1月1日も明けおめっていうね、日ですね。明けましておめでとうございますって日ですね。はい、1月1日は、まあ祝日で元日でお休みです。はい。で、次が1月10日。これはね、成人の日と言われる祝日。はい。まあ、文字の通り、大人になった。まあ、20歳ですよね。20歳の人をお祝いする日。で、この日に、その成人式があったりしますよね。はい。私もね、何年か前のね、もう8年前の1月10日には成人式に行きました。はい。じゃ次、2月11日は建国記念日の日。
建国記念日っていうのは、まあ、国が作られた日になります。はい。まあ、これは、なんと、紀元前660年にもうできてる日ですって。紀元前660年って、って感じですけど、紀元前660年のこの日に、初代天皇が生まれた日で、日本を建国した日として言われているんですって。すごいね。紀元前660年から天皇が初めていて、なんていうの、日本という国が生まれたんですね。めちゃくちゃ歴史はやっぱりありますね。はい。2月11日でございます。はい。建国記念日。で、次。2月23日。天皇誕生日。はい。これはね、今の、第200、違う。第126代天皇。今の天皇ですね。の誕生日が2月23日なんですよ。そう。だから今の天皇が、正式に天皇になったのは確か2年前なんですよね。だから2年前にできた記念日になります。はい。もっと前は、その一つ前の125代目の今の天皇のお父さんですね。が天皇だった時はまた別の日が天皇誕生日でお休みだった。いつかちょっと忘れちゃったんだけど、はい。今の天皇は2月23日生まれなので、こちらの日が休みとなります。ちなみに私の誕生日の次の日です。天皇と誕生日1日違い。はい。次。春分の日。3月21日のですね。3月21日。これ一番近いですね。明日か。多分このポッドキャストがアップされるのが日曜日なので、明日が祝日、春分の日です。春分の日っていうのは、春に分けるって書いて春分の日なんですけど、この日がちょうど昼と夜の時間が同じ時間になる。半分半分になるんですよね。まあだからまあ冬が終わって春の時間になっていくっていう日になります。で、この春分の日、違う。春分の日か。春分の日は、ご先祖様に感謝する日。まあ、感謝する日っていうか、まあ、ご先祖様のことを考える日でもあるので、お墓参りに行く人もいますね。はい。次。4月29日。来月が昭和の日になります。昭和の日。はい。これはね、何ですかっていう話ですよね。実は、このリクエストをくださった方は、この昭和の日ってなんで今もう令和なのに昭和の日があるんですかっていうふうに思ったんですって。それで私にリクエストをくださったようです。はい。で、この昭和の日っていうのは今もう令和ですけど、昭和、平成、令和ですけど、なんでまだ残ってるかというと、昭和っていうのは、まあ、日本は戦争をして戦争に負けて、それで、まあ、いろいろがありましたよね。そっからまた復活して今の日本があるわけで。なので、その激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を、なんていうの、思い出す日ですって。知らなかった。全然知らなかったね。なるほどね。面白いですね。ということで、昭和の日があります。はい。じゃあ次、5月3日。はい。ここら辺からね、日本の祝日はどんどん続いていきます。5月3日、憲法記念日。はい。日本の憲法を作った日になります。憲法記念日。で、その次の5月4日は緑の日。緑の日ですね。緑の日は、まあ、自然に感謝する日。はい。自然に感謝自然に感謝する日ですね。はい。5月3日憲法記念日、5月4日緑の日。で、5月5日が子供の日。これはまあ子供のお祝いの日ですね。はい。はい。で、この5月3日、4日、5日で続くのが、まあ日本のゴールデンウィークと言われる時期ですよね。
今年のゴールデンウィークは頑張ったら10連休らしい。やばいね、10連休。やばい、パラダイスって感じ。まあ私は関係ないんですけど、はい、レッスンがあるので関係ないんですけど。はい、どんどん行きましょう。で、6月休みがない1ヶ月。はい、大変ですね。6月は休みがない。で、7月18日は海の日になります。はい。まあ文字通り、海ありがとうっていう日ですね。Thank you 海っていう日ですね。はい。適当。はい。次。8月11日は山の日になります。はい。まあ、山の日って、実は2014年に作られた祝日らしいです。最近だね、意外に。はい。10年も経ってないんだね、この日ができて。まあ、なんでかっていうと、まあ、海の日があるんだから山の日も作ろうぜ、みたいな気持ちですかね。うん。やっぱ海に感謝した後は山にも感謝しないとね。はい。まあ、もっといろんな理由があると思うんですけど、まあ、山の日というのがあります。うん。はい。次。敬老の日。9月19日です。はい。敬老の日っていうのは、まあ、老人に感謝する。老人を感謝して長寿を祝う日っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにいつもありがとうと感謝する日になります。はい。敬老の日ですね。うん。はい。どんどん行きましょう。9月23日。秋分の日。秋分の日ですね。はい。ちなみに3月21日が春分の日。春の日だったんですけど、9月23日は秋分の日で、秋を分けるという字になります。はい。この日も昼と、夜の時間が半分半分になるんですけど、まあ、こっからね、まあちょっと冬の時間になっていくというような意味ですね。はい。で、これは3月の記念日と同じで、この日にやっぱりお墓参りに行く人も多いです。はい。次、10月10日。これはスポーツの日になります。スポーツの日ですね。うん。まあこれはね、実はね、2000年に名前が変わったんですよね。私が覚えてるのは体育の日っていう名前だったんですよ。でも2000年からスポーツの日に、違う、間違えた。2020年だね。ごめんね。2020年からスポーツの日っていう名前に変わりました。はい。だから私の中では体育の日っていうイメージが強いです。うん。で、この日に、小学校とか中学校とか高校で運動会をやるところが多いと思います。体育の日、スポーツの日ですね。はい。まあ、ちなみになんでこの日かというと、1964年10月10日に初めて東京オリンピックが開催された日ですね。はい。へー、知らなかった。はい。じゃあどんどん行きましょう。次、11月3日は文化の日。はい。まあ、文化を祝う。まあ、国民の日ですね。自由と平和を愛し、文化を進めるという日らしいです。うん。はい。そして最後、11月23日、勤労感謝の日。はい。これいろんな国にあると思うんですけど、まあ、レイバーデーとか言われる、ね、祝日が皆さんの国にもあると思うんですけど、まあ、これはなんかまあ、働くことに感謝する日ですね。はい。まあ、そんな感じでした。16個。いかがでしたでしょうか。11月23日が最後なので、まあ、12月は祝日がないんだね。まあ祝日ないけどクリスマスとかがあるからちょっとイベントが多いイメージはありますね。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、正直に言うともっと祝日くださいっていう気持ちですけど、まあ、16日もあれば結構十分かもね。はい。そんな感じで、ぜひ、このね、日本と同じ祝日がありますよとか、全然違う祝日がありますよっていうのね、もし皆さんの国でありましたら、ぜひコメントで教えてください。はい。じゃあ今日はこんな感じで、日本の祝日についてでした。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてください。あと、YouTube ライブでまたゲームを
しましたので、アーカイブがありますので、ぜひ見てみてください。また、ゲームやると思います、すぐに。はい。またお知らせします。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーを募集しております。ペイトリオンのメンバーになると、オリジナルのポッドキャストとか、私のブログとか、日本の昔話を簡単な日本語にしたものを読めたりとか、私がね、簡単な日本語に直してね、日本の昔話を読めたりとか、あと私のコミュニティに入れたり、あと私とのプライベートレッスンを受けられるメンバーもありますので、ぜひペイトレオン参加してみてくださいね。皆さんのサポートお待ちしております。ちょっとね、Mac を買ってね、お金がないのでサポートお待ちしております。はい。私正直者だからね。はい。そんな感じかな。はい。あとTwitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。はい。じゃあそれではまた次回。さようなら。